今日はカヌレを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカヌレを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、外側がカリッとして中がもちもちの美味しいカヌレレシピをご紹介していきます。カヌレを作るときは通常卵の卵黄を少し多めに使うんですが、今回は全卵を使って作るレシピをご紹介していきます。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、強力粉、卵、牛乳、グラニュー糖、無塩バター、ラム酒、バニラペースト。今回はこちらの材料で作っていきます。まず粉類ですね。こちらは薄力粉と強力粉を混ぜて使っていきます。中力粉がある場合は中力粉を使っていただいても OK です。その場合は 120g 用意してください。そして卵ですね。通常カヌレを作るときは卵黄を多めに使ったりするんですが、今回はね、手軽に全卵で作れるレシピをご紹介していきます。この卵は M サイズです。なのでグラムで言うと約 100g ほどの全卵を使っていきます。そしてあとはですね、ラム酒も入れていきます。もしね、ちょっと苦手だなという場合はこちらは抜いて作っていただいて OK です。その場合はラム酒を牛乳で代用して作ってください。そしてバニラペーストですね。こちらはバニラビーンズの鞘を使っていただいてもいいですし、バニラオイルでも OK です。ただバニラエッセンスだとアルコールで香りが飛んでしまいますので、代用するのであればバニラビーンズの鞘か、もしくはバニラオイルで代用してください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、カヌレを作るときは牛乳を沸騰させてください。通常ね、牛乳は沸騰させずに作るんですけれども、カヌレの場合は牛乳を沸騰させて牛乳のタンパク質を壊していきます。そうすることで焼いた時に生地が膨らみすぎてしまうのを防止することができます。なので必ずね、牛乳は一度沸騰させるようにしてください。ではお鍋の中に牛乳を入れます。今回ね、カヌレの型10個分作っていくんですが、もし量が多い場合は半量で作っていただいても OK です。そしたら続いてここにグラニュー糖を入れて、グラニュー糖も一緒に溶かしていきます。あとはね、バターも一緒に入れて溶かしちゃいましょう。はい、そしてあとはね、バニラペーストですね。こちらも一緒に加えていくんですが、直接入れるとダマになりやすいので、一度ね、この中に牛乳を入れてバニラペーストをなじませてください。ダマができないようにしっかり混ぜてください。このように牛乳としっかりなじめば OK です。そしたら牛乳に戻し入れてください。はい、OK です。それではこちらを今から火にかけていきます。それでは火にかけます。火加減中火ぐらいで OK です。このままですね、時折かき混ぜながら加熱してください。このカヌレはですね、焼いた時に膨らんでしまうと焼きムラになってしまいます。通常ね、ケーキを作ったりする時はね、膨らませたいんですが、カヌレの場合は生地を膨らませないように焼いていくのが特徴です。このままね、混ぜながら沸騰させましょう。このようにね、混ぜていないと牛乳の膜が張ってしまいますので、必ずね、混ぜながら加熱するようにしてください。はい、OK です。このようにね、くつくつ沸騰したら火を止めてください。結構ね、吹きこぼれやすいので、吹きこぼさないようにだけ注意しましょう。そしたら火から下ろします。そしたら少し大きめのボウルに氷水を張ってください。そして鍋ごと冷やしていきます。このままですね、だいたい人肌ぐらいになるまで牛乳を冷ましてください。ではこちらはね、一度このまま置いておきます。それでは続いて卵を溶きほぐしていきます。ボウルに卵を割りましょう。はい、そしてよく溶きほぐしてください。溶きほぐしたらここにラム酒も加えてください。そしてよく混ぜます。カヌレの生地なんですが、混ぜすぎるとグルテンが出てしまって、これも膨らんで型から生地が溢れ出てしまう原因になってしまいます。なのでこういった水分と薄力粉、強力粉と混ぜた後は混ぜすぎないのがポイントです。なので混ぜる回数を減らすために最初に卵とラム酒を合わせておいてください。混ぜムラがないようにね、しっかり混ぜましょう。
卵の準備はこれで OK です。そしたらですね、別のボウルを用意してください。この中に薄力粉と、あとは強力粉を加えます。そしてまずこの2つの粉類をしっかりと混ぜ合わせてください。先ほども言いましたが、こちらはね、中力粉を使っていただいても OK です。ムラがないようにね、しっかり混ぜましょう。はい、OK です。このようにきちんと混ぜてください。そしたら続いてこの中に先ほど混ぜた卵とラム酒を加えてください。一度に入れちゃって OK です。このように入れたら、まずね、この状態で軽く混ぜます。あんまりね、混ぜすぎないように注意してください。ちょっとね、水分量が少ないので、軽くこのぐらいになるまで混ぜてください。そしたらですね、先ほど粗熱を取って冷ました牛乳を加えていきます。だいたい人肌よりもちょっと温かいぐらいまで冷めてればOK です。温度で言うと60度ぐらいです。そしたらまずね、この牛乳を半分加えます。一度に加えるとね、ダマになりやすいので半分ずつ加えていきます。これでね、大雑把に混ぜましょう。この後ね、最後生地をこすので多少ダマができてても OK です。そしたら残りの牛乳を加えます。そしてさっと混ぜましょう。はい、これで OK です。生地はね、結構シャバシャバの状態です。そしたらですね、一度こちらの生地をこしたいと思います。それでは網目の細かいこし器を用意してください。そして生地をこします。はい、これで OK です。このように生地をこしてください。そしたらですね、この後冷蔵庫で1日しっかり生地を冷やしていきます。まだね、ちょっと生地が温かい状態なので、きちんとこのまま一度生地を冷まして、その後上にラップをして冷蔵庫で1日ですね、時間で言うと24時間です。しっかり冷蔵庫で冷やしてください。このように生地をね、しっかり休ませることでグルテンの力を弱めることができます。そうすることで膨らみすぎて型から生地が飛び出てしまうのを防ぐことができます。なので生地をね、1日しっかり冷やす作業は必ず行ってください。それではね、生地が冷めたのでラップをして冷蔵庫で冷やしたいと思います。ではこのまま1日しっかり冷蔵庫で休ませてください。はい、1日経ちました。それではラップを外します。よいしょ。粉類が沈殿している時もありますので、一度ね、ラップを外したらゴムベラなどを使ってよく混ぜてください。空気を入れないようにだけ注意しましょう。この時ね、もし表面に膜などが張っている場合は、その膜の部分がね、ダマになってたりするので、生地をもう一度だけこしてください。はい、そしたらですね、このまま常温の状態で30分から40分ほど置いて生地の温度を常温に近づけてください。このまま焼いてしまうと焼いた時にね、焼きムラが起きたりとかうまく綺麗に焼けなかったりするので、生地は少し常温の状態に戻してから焼くようにしてください。それでは生地をね、常温の状態に戻している間に肩の内側にバターを塗っていきます。この工程は必ず行ってください。そして今回私が使うカヌレ型はですね、こちら直径が約 5.7 センチ、そして高さが約 5.6 センチのカヌレ型になります。そうしましたらこちら分量外のバターです。こちら常温に戻してください。そしたらですね、ハケなどを使って内側にバターをしっかり塗っていきます。ムラがないようにね、塗ってください。よりね、本格的に作る時はこの内側に蜜蝋を塗るんですが、今回は手軽にね、バターを使っていきます。このね、縁の部分にもきちんとバターを塗っておいてください。このようにムラなく塗りましょう。それではね、残りも同じようにバターを塗っていきます。はい、OK です。このようにバターを塗っておいてください。そしたらですね、今度はですね、オーブンをあらかじめ予熱し始めといてください。だいたい生地を流し入れる15分から20分前ぐらいから予熱し始めてください。カヌレを焼くときはあらかじめね、焼く温度よりも少し高めの温度で予熱しておいてください。今回はですね、200度のオーブンで焼いていくので、だいたい230度ぐらいのオーブンで予熱してください。予熱するときはですね、この天板ごと予熱しましょう。はい、今ね、3、40分経ちました。ラップを外します。そしたらもう一度混ぜてください。この時も泡立てないようにゴムベラで混ぜるようにしましょう。
はい、 OK です。ではね、この後肩に注ぎ入れていくんですけれども、スプーンで入れていただいてもいいですし、あるいはね、こういった注ぎ口がついてるものに入れ替えていただくと注ぎやすいと思います。こちらはどちらでも OK です。今回私はね、こちらに入れ替えていきます。入れ替える時もね、一度こしていただくとより滑らかな生地感に仕上がると思います。こちらはマストではないので、もしね、入れ替える時はやってみてください。ではまず入る分だけ入れて、この肩のだいたい8分目ぐらいまで入れていきます。そっと生地を注ぎ入れてください。はい、このぐらい入れてみてください。ではね、残りも同じように生地を注ぎ入れていきます。はい、 OK です。このように入れてください。そしたらね、こちらを温めていた天板の上に乗せてください。できるだけね、間隔を空けておくようにしてください。それではこちらを200度のオーブンで60分から70分ほど焼いていきます。先ほど230度に温めたと思うので、オーブンを200度に下げて焼くようにしてください。途中でもしね、生地が溢れ出そうになった時は、一度扉を開けて少し涼しい空気を中に入れてあげてください。あとですね、焼いている時にこの上の部分だけがすごく真っ黒焦げになってしまいそうな時は、途中で上にアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。この焼き時間はオーブンの種類や、あとは肩の材質によっても変わってくると思うので、様子を見ながら調整してください。はい、焼き上がりました。今ちょうど60分焼いた状態です。そしたらね、こちら一つ取り出してみます。やけどしないように逆さまにします。よいしょ。まだね、ちょっと焼きムラがあるので、もう少し焼いていきます。その時はこうやってね、また戻し入れて、そしてまたね、表面がこんがり綺麗にね、焼き色がつくまで焼いていきます。なのでもう一度ね、こんな感じで広げて、同じようにね、200度のオーブンで焼いてください。はい、今ね、追加で10分焼きました。こんな感じに仕上がってます。それではね、型から外したいと思います。やけどしないように注意してください。ではケーキ蔵の上に出します。じゃじゃーん。このようにすごく美味しそうに焼き上がってます。ではね、すべて取り出していきます。必ずね、熱いうちに取り出してください。はい、でね、今5個取り出したんですけれども、残りの5個がね、まだちょっと焼き色が薄い状態です。こんな感じでね。なのでこちらはね、もう少しだけ焼きたいと思います。オーブンの種類によって、あとはね、置く場所によってこのようにね、焼きムラが生じると思います。なのでもしね、まだ焼き足りないものに関しましては、追加で焼くようにしてください。こちら出来上がったものはこのまま粗熱を取って冷まします。はい、先ほどね、色づきが悪かったものも追加でね、10分ずつ焼いて様子を見て焼きました。トータルでね、だいたい15分ぐらい追加で焼いてます。このように表面はカリッとした仕上がりになってます。はい、これでカヌレの完成です。こんな感じに仕上がりました。中はもっちりで、外側はカリッとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。もう外側がパリッパリです。そして中はもっちりとしててすごく美味しいです。この香ばしさとラムの香りが最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカヌレのポイントです。まずですね、カヌレの生地を作る時のポイントです。この生地はですね、作り終わったら必ず冷蔵庫で1日冷やさなきゃいけないので、作り上げたい必ず1日前に作るようにしてください。まずこの生地に使う牛乳なんですが、牛乳は必ず沸騰させてください。通常牛乳は沸騰させずに使うんですけれども、カヌレを作る時は牛乳を沸騰させて牛乳のタンパク質を壊します。そうすることで膨らみすぎて型から生地が溢れ出てしまうのを防ぐことができます。なので牛乳は必ず沸騰させるようにしてください。そしてこのカヌレ生地を作る時なんですが、グルテンを出さないようにあまり混ぜないのもポイントです。なので混ぜる回数を減らすた
めに卵とラム酒を一緒に混ぜておいてください。通常カヌレを作るときは卵黄を多めに入れたりするんですけれども、入れる理由としてはね、色付けだったり、あとはですね、カヌレ自体がもともとね、卵の卵黄を消費するためにね、作り上げたお菓子なので、卵黄が多めに使われてます。なので全卵でもね、美味しくできますので、ぜひね、全卵で作ってみてください。そして生地を混ぜる時なんですが、先ほども言った通り、生地を混ぜすぎると焼いた時に生地が膨らみすぎて型から溢れ出てしまう原因になります。なので生地は混ぜすぎないようにだけ注意していただけたらと思います。そして生地が出来上がったら一度生地をこしてください。混ぜる回数が少ない分、生地のダマが多くなってると思いますので、必ず一度生地はこすようにしてください。そしてその後ですね、こした生地は必ず冷蔵庫で1日しっかりと冷やしてください。生地を冷やすことでグルテンの働きが抑えられて、こちらもですね、膨らみすぎて型からね、生地が溢れ出てしまうのを防ぐことができます。さらにしっかり休ませることで水分と粉類がしっかりと馴染みます。この1日なんですけれども、必ず24時間ですね、しっかりと生地を休ませるようにしてください。そして焼く時のポイントです。焼く時はですね、必ずね、型の内側にバターを塗ってください。しっかりめにね、塗っていただくと取り外す時にすごく楽ちんだと思います。そして生地を流し入れる時なんですが、生地は1日しっかり冷やしていてすごく冷たい状態なので、必ず冷蔵庫から出して30分から40分ほど置いてから型に流し入れるようにしてください。そしてね、このカヌレを焼く時はオーブンの中をしっかり温めているのがすごく大切になります。なのでオーブンは焼き始める15分から20分前ぐらいからしっかり予熱をし始めてください。今回200度のオーブンで焼いたんですけれども、今回の場合はだいたい230度ぐらいの温度でしっかりとね、オーブンの中を温めておいてください。そしてその後型の8分目ぐらいまで生地を流し入れて、だいたい60分から70分ほど焼いてください。この焼き時間に関しましては、お使いの方の材質、あとはオーブンの種類によっても適正な焼き時間が変わります。なのでこちらの焼き時間は調整しながら焼いてください。途中でね、もし生地が溢れ出てきてしまいそうな時は、扉をだいたい5秒から10秒ほど開けて少し生地を落ち着かせてください。そしてその後また扉を閉めて続けて焼くようにしてください。あとは最初60分焼いたら一度取り出して一つ逆さまにして取り出してみてください。この時ね、もう綺麗に焼き色がついてればこれで OK です。今回のようにまだ焼き色が足りない場合は追加で10分ずつ焼いてみてください。この時に表面の部分だけね、かなり焼き色がついてくると思いますので、表面の焼き色がね、程よくなった後はアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。あとは出来上がったらすぐ型から取り外して、そして粗熱を取って冷ましてから召し上がってください。作り方自体はね、生地を混ぜて焼くだけなんですけれども、ポイントがところどころありますので、しっかりね、ポイントを押さえながら作ってみてください。はい、ということで今日はカヌレを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。